ルールを忘れたの？本当におかしいわね。手に入れたよ。あなた一体何者？なぜ社長を怒らせるリスクを冒してまで私を。助けなかったら、泥棒扱いされて、警察に捕まるのを見てろって。記事が危険だと知ってるのになぜ止めないの？証拠が不十分だ。今止めても、次は、放送を変えてまた売るだけだ。ならこの証拠を持って、篠品質検査局に行くわ。この命をかけてでも、正義を貫いてみせる。君の決意は分かった。だが考えてもみろ。魔剣砲がすんなりと君を工場から出すと思うか？行ってきて。新シューマン、労働者の指定学校の制服に先着。明日の朝には納品よ。さっさとサインして通して。手触りな悪くて静電気も起きてる。スンとする。酸っぱい匂いもするわ。これ絶対コーマ面なんかじゃない。間違いなく一番粗悪な再生化線よ。ホルムあるでヒドと方向属アミンの基準値オーバーよ。ぐずぐずしないで。納期に遅れたら、あんたが薬金払うの？大組長、無駄ですよ。伝票は A クラスの10面ですが、これはすべては生きようの河川です。子供の肌は敏感です。1日着ただけで全身にアレルギーが出ます。絶対にサインはしません。魔工場長。ここで何を騒いでるシンさんよ。うちの工場でもう5年も働いてるのにどうしてルールがわからないんだ。いいか？この光達縫製工場では、俺が順面だと言えば、それは順面なんだ。魔工場長。こんな悪どい金稼いで、罰が当たらないとでも？シューマンよ。あんたはシングルマザーで家賃もあれば、娘の塾代もかかる。お金が必要だろ？今日はこうしよう。サインさえしてくれれば特別扱いでボーナスを倍にしてやる。こんな両親に背く伝票、誰か好きな人にサインさせて。顔を立ててやったのに潰す気か。いいだろ。今すぐにモツをまとめてとっとと消えろ。言っておくが、3ヶ月分の保証金も業績給も一銭もやらんからな。新州マン、妥協しなさいよ。娘さんの来学期の学費、まだ払ってないんでしょ？社長に逆らっても損するだけよ。ムームーのお手本になるためにも。人を傷つけるような汚いお金は、なおさら稼げないわ。いいだろう。大組長、無断欠勤扱いにしろ。今すぐ追い出せ。聞こえた？さっさと出て行って。馬工場長の目障りよ。触らないで。馬券法、言っておくけど。こんな毒性服を学校に送ったらいつか必ず報いを受けるわよ。今になっても、デタラメを言う気か。警備員、このイカれた女をつまみ出せ。低価格市場に毒性服が溢れている。人を害する悪どい金は絶対に稼いではならない。身分を隠して潜入調査するのは自分の手で突き止めるためだ。背後の利権構造。馬工場長、お怒りですね。誰だそんな口を叩くのは。が指導員、どうしてここに？シンさんをクビにしたら、工場にとって大問題ですよ。バックグラウンドのデータを見ましたが、不良品率がおそらく 15% を超えますよ。が指導員、彼女は分別のないただの女工です。ご安心をすぐに処理します。絶対に影響させませんよ、技術評価には。でも私から見れば、ここにいる誰よりも、彼女が一番国家基準に詳しい GB31701。2015、馬工場長、この記事に問題がないと？が指導員、うちは正規の工場です。使っているものはすべて規格に合っていますよ。ならなおさらシンさんに検査を続けさせるべきだ。来週は質管局の抜き打ち検査がある。万が一何か問題が出たらこの工場は持ちこたえられませんよ。運が良かったな。姉さん、頑固ですね。よその子供のために3ヶ月分の給料を捨ててまで価値ありますか？あなたは技術者だから、私よりあの記事に詳しいはず。私は母親です。あんな汚いお金、両親が咎めます。こんな悪どい職場で両親を語るなんて、
代償は小さくないですよ。怖くありません。私がこの工場にいる限り、一日でも、この毒性服は絶対に出荷させません。新州マン。この泥沼の中に汚れない石が本当にあったとは見せてもらおう。これから君がどれほどの腕前を見せるか。魔剣法は後ろめたいはず。今夜銃に毒性服を移す気を。証拠の伝票を手に入れないと。誰かいるの？昼休みの時間は倉庫への立ち入りは絶対禁止よ。ルールを忘れたの？本当におかしいわね。手に入れたよ。あなた一体何者？なぜ社長を怒らせるリスクを冒してまで私を。助けなかったら、泥棒扱いされて、警察に捕まるのを見てろって。記事が危険だと知ってるのになぜ止めないの？証拠が不十分だ。今止めても、次は、放送を変えてまた売るだけだ。ならこの証拠を持って、死の品質検査局に行くわ。この命をかけてでも、正義を貫いてみせる。君の決意は分かった。だが考えてもみろ。魔剣法がすんなりと、君を工場から出すと思うか？何事なの？千人一列に並べ。機密の記事が盗まれた。言っておくが、見つかるまで誰も返さないぞ。なんでだよ。疲れてるのに帰れないのか？人を殺す気か？そうだ殺す気かよ。馬には怪しまれてる。この記事が見つかったら、今日はこれで完全におしまいだわ。絶対に慌てちゃダメ。なんとかしてこれを持って逃げないと。新州マン、あんたが盗んだの？さっさと出しなさいよ。証拠はあるの？私がそんなもの盗んでどうするの？まさか見られたらまずい記事だから、検査されるのを恐れてるとか？ふざけるな。そいつを調べろ。そのボロ弁当箱もだ。開けろ。手を出さないで。無理な身体検査は違法よ。言っておくが、ここでは俺が絶対だ。何を突っ立ってる？さっさと奪い取れ。馬工場長、今何時だと思ってるんですか？いい加減にしたらどうですか？が指導員すみません。泥棒が入りまして、今調べているところです。ですがご安心を。お帰りの時間は遅らせませんから。泥棒だと？私の技術助手を困らせているようにしか見えないが。ただの、品質検査員でしょ？シンさんは記事に詳しいので、臨時の助手に任命した。頼んでおいた実験データは、その弁当箱には言ってるな。あ、実験データはここです。すぐ確認します。馬工場長、用がないなら、助手を連れて帰るよ。それとも私も調べるか。おかしい。その弁当箱に絶対何かは言ってる。行かせるな。早くそいつを囲め。魔剣法。お前は医薬製品の製造だけでなく、不法換金までしようとしている。一生刑務所には入りたいのか？お前らもだ。月に1万日本円の固定給をもらってるだけで、何かあった時、魔剣法は弁護士を雇えるが、お前らにはできるか？さっさと道を開けろ。行くぞ。もう帰っていいですか？じゃあ私たちも帰っていいですか？みんな帰ったよ。帰ろう。退勤。実名で告発します。高達アパレル工場が、倉庫な再生化学繊維を純面だと偽り大量生産しています。ホルムアルデヒド超過の毒性服で、生徒に危害を加えています。証拠はありますか？高達アパレル工場から持ち出した記事です。手触りがザラザラで、静電気も起きる。倉庫な工業用材料で、制服を作るなんて、良心のかけらもない。リ君、サンプルを至急検査に回せ。今夜破鉄屋で梱包しているはずです。この毒性服が発送されたら何百人もの子供が被害に遭います。捜査班は装備を整えろ。5分後に1回に集合だ。目標は高達アパレル工場。絶対に一着たりとも毒性服を流出させるな。これで奴らも逃げられないわね。新州マン。君なら引き下がらないと思ってたよ。よくやった。
周課長、わざわざうちの工場までご指導ですか？うちは有料企業ですから、ご安心を。ご託はいい。実名での通報があった。このロットの制服にアレルギーを引き起こす工業用化繊が使われている疑いだな。触り心地は順面だし、言っていたようなツンとする匂いもないな。周課長、すべて誤解ですよ。新垣マンお前、昼間サボって、給料半月分引かれたからって、周課長のところに行って、手間を流したのか。なんて陰険な女だ。馬券法。純面のサンプルだけで有毒中線をごまかせると思った？確かここには、こんなのなかったはずだけど。ひどくツンとする工業用のさんの匂いだ。この品には誰も手を触れるな。すぐに封印して検査に回す。あの女度胸も知恵もあるな。これで、馬剣法は完全に一生刑務所暮らしだな。出るまで40は時間かかる。この商品は一時的に封印されただけだ。これで俺を潰せると思ったか？報告が出れば逃げられないわよ。言っておくが、周辺の工場長には全員話をつけてある。お前みたいな女は手癖が悪いってな。娘の学費や家の家賃、どうやって払うつもりだ？徹底的に私の生きる道を断つつもりね。お金で追い詰めて品質監督局への告発を取り下げさせる気？馬券法ふざけないで。路上でゴミ拾いをしたって、あんたみたいな悪人には絶対憎ししないわ。やっぱりそうね。この辺の十数件の縫製工場、全部私をブラックリストに入れたんだわ。どうした？たった数件の不採用の通知で、へこたれたのか？昨夜俺を引っ張って工場に押し入った新さんらしくないぞ。奴が私を経済的に追い詰める気なのはわかってる。でも絶対に負けないわ。馬券法が影響できるのは、この辺境の地だけだ。市内の大企業は、技術と人柄を重視する。市内の大企業。あんなところが雇うわけないわ。私みたいな中卒の女工を。市内の青函アパレルが検査員を募集してる。あそこの人事部長と知り合いでね、君の履歴書を送っておいたよ。合指導。一体どうして私を助けてくれるの？投資だと思ってくれ。将来出世したら、この投資を忘れないでくれよ。シューマン、どこかでゆっくり話そう。話すことなんて何もないわ。担当直入に言う。検査結果は明日の午前中に出る。今、警察に行って被害届を取り下げて、ノットを間違えたと言えば、この50万は君のものになる。女で一つで子育てするのは大変だろう。ムームーの来学期の学費もまだ目処が立っていないはずだ。この金があれば、君の困難は全て解決する。どうして見ず知らずの貧乏な子供のために自分の子供の将来を台無しにするんだ。馬券法！私を金に目がくらむクズだとでも？来月の家賃には困ってるけど、そんな両親を売るような金、絶対に受け取らないわ。その汚い金を持って、とっとと消えて。新州マン、顔を立ててやったのに図に乗り上がって。言っておくが、長年ビジネス界でやってきたんだ。次の手なんていくらでもあるぞ。覚えておけよ。絶望的な状況でも信念を曲げないとは。あの女には本当に見直したよ。馬券法。死に急ぐというのなら、予定を早めて、望み通りにしてやる。馬券法、検査結果が出たぞ。ホルムアルデヒドが基準値の5倍だ。これは犯罪だぞ。周課長、シューマンちゃん。俺だって騙された被害者なんですよ。周課長、見てください。これはうちが転生暴食と交わしたし入れ契約書です。ここにはっきりと、A ランクの純面だと書いてある。俺も知らなかったんです。スワーク中学繊維でごまかされるなんて。よ、うちみたいな末端の小さな工場に、そんな裏の事情がわかるわけないでしょう。天性暴食か。私の知るところ、その会社は先月、
すでに倒産して登記抹消されている。馬券法、嘘をつかないで。記事が入庫したばかりの時、サンプルを見せて注意したわよね。あの時すごく横柄だったじゃない。新さん、何事も証拠が必要でしょう。周課長、倒産した業者の詐欺なら、うちに主な責任はないですよね。明日は納品日なので、今すぐ市場平って基準を満たす記事を探して急ぎますよ。馬券法。法律の抜け穴をつくとは大したものだな。だが言っておくが、この品は直ちに一括は生き処分だ。いいでしょう。全面的に協力します。でも明日の納品式は遅らせるわけにはいきません。最低限の国家基準で、急いで作って学校に送りますよ。いくらなんでも発送を止める権利はないでしょう。周課長、それでは失礼します。倒産した業者だと？馬券法。自分のやったことが完璧だと思っているのか。個人口座を使った廃材買い取りの動かぬ証拠だ。明日の納品式でどう言い逃れするか見ものだな。校長、この制服のために、我々は昼夜を問わず作りましたよ。うちは小さな会社ですが、良心を持ってやってます。校長、早くここにサインを。外で引き渡し式がもうすぐ始まりますから。馬工場長、本当に大善人ですね。全校数百人の生徒と教師を代表して今すぐ、受領書にサインしましょう。校長、サインしないでください。これは善意の寄付なんかじゃありません。前回も廃棄物で作った有毒な制服が品質監督局に摘発されたばかりです。今日も納品をごまかすために最悪の生地を使い、粗悪な硬化剤で騙そうとしてるんです。粗悪な硬化剤です。一体どういうことですか？いや校長、言っておきますがこんなイカれた女の言うことを聞かないでください。こいつは手癖が悪くてクビにしたんです。逆恨みして嫌がらせに来ただけです。おい、ここでわめくな。とっとと出ていけ。これは私品質監督局が出した処分書類です。新州マン、俺も倒産したサプリヤーに騙されたんだ。騙されただと？なら校長に説明したらどうだ。あんたの言うサプライヤーに納品される3日前に、あんたの個人口座から郊外の廃棄場に振り込んだ500万円は一体どういうことか。いや、お前一体何者なんだよ。ただの指導員だろうが、何の権利があって俺の個人口座を調べたんだ。青函アパレルの画所詮だ。あんたの裏帳簿はすべて支局に引き渡した。馬券法、粗悪品製造と、契約諸偽造の容疑だ。同行してもらうぞ。やっと終わった。真剣サイン。明日8時間通りに青函アパレルへ出社してくれ。専門卒、高達の品質権サイン、新州満。来る場所を間違えてない？聴取人、面接に来ました。高級記事の巡回権サインの。うちの青函アパレルは、市内際大手の企業よ。どこの馬の骨ともわからない奴な入れられる場所じゃないの。新州満。うちの部署の最低条件は一流大学のテキスタイル工学専攻よ。専門卒の工場娘なんかが何の資格があってきたの？ガ社長の推薦できました。確かに高学歴ではありません。でも5年の実務経験があります。ガ社長の名前を出して脅す気。ガ社長が親切に助けてくれたからって自分が偉いとでも思ってるの？ここで私の時間を無駄にしないで。さっさと荷物をまとめて出てって。ムームーの学費はもう待ってもらえない。この高級の仕事は絶対に手に入れないと。聴取人青函派実務のポジションを募集しているのに、テストもせずに追い出すなんてルールに反しています。この記事はどういうこと？とっくに倉庫には行ってるはずでしょ。聴取人、この記事には問題があります。どうしてまだいるの？何様のつもり？オートクチュールシリーズの主力記事に文句をつけるなんて。この記事は光沢が鈍いです。糸も絶対に純粋な圧でシルクではありません。でたらめ言わないで。彼らはうちと3年も提携してる有料なサプライヤーよ。シルクの何がわかるっていうの？少なくとも 30% のキュプラが混ざっています。信じられないならその場でテストしてもいい？中には少なくとも 30% のキュプラが混ざってます。信じないなら今ここでテストしましょう。いいわ。そこまで言うなら望み通りにしてあげる。燃やしてみて。もし何も出なかったら器物損壊と
名誉毀損で、訴えるわよ。聴取人、随分と偉そうだな。私が直々に指名した人間を勝って匂い出す気か。ガ社長、この女はデタラメばかりです。なんと、うちの高級記事が偽物だなんて。彼女は私が読んだ検査員だ。彼女が記事に問題があるというなら、スペクトル分析に出せ。和社長、長年取引しているサプライヤーですよ。たかが専門卒の行員のために、ことを荒立てる必要はないでしょう。正官の看板に、わずかな傷も許されない。すぐにて、続きを進めろ。スペクトル検査の報告が出た。混ざっていたぞ。35% の安物のキプラが、これがお前の言う一流の業者か？この記事でオートクチュールを作って売れば、正官の看板に泥を塗ることになる。ガ社長、私も業者に騙されたんです。今回のロットは大量です。単なるミスとは思えません。おそらく以前のロットもすべて問題があるかと。真検査員。君から見て、どう対応すべきだ？直ちに凍結します。そう、この全シルク生地を私自ら夜通しで検査し、不良品の生地を一つも生産台に流しません。よし。今から、君が正官の高級生地検査員だ。長便。今月の業績評価は取り消し留任とする無条件で協力しろ。新検査員の調査にだ。やっと、まともな高級の仕事に就けた、むくむくの学費のめどが立ったわ。はい。しっかり協力いたします。真検査員の押元に学歴もない工場の女が私を見下して偉そうにするなんて。もうすぐ正官の秋の新作発表会よ。絶対にあの肝心な場で大恥をか、偽のキプラが混ざった生地がわざとごちゃ混ぜにされてる。徹夜してでも全部より分けないと。この仕事は、正官の信用に関わるだけじゃなく、ムームーの学費にも関わってる。絶対にミスは許されない。新州マン。この2単の最高級シルクを、あんたの返品の山に混ぜれば、明日ガ社長が再チェックするとき、あんたは重大な職務怠慢になる。いつまででかい顔ができるかしらね。聴取に。こんな時間に、ここで何をしてるんですか？私は品質管理の主任よ。そう、この見回りにも報告がいるの？返品エリアの明細は、もうシステムに入力済みです。勝手に、記事を動かさないでください。もし、明日になってデータが合わなくなったら、誰が責任を取るんですか？新州マン。あんたは運任せで、一度まぐれで当てただけよ。偉そうにしないで。支援を晴らすために良品を不良品扱いしてるんじゃないかってね。わざとに単の永久純シルクを、返品エリアに混ぜたのは明日の再チェックの時に、私に濡れ衣を着せるためですよね。あんたの仕事をチェックしてたのよ。専門卒の検査員じゃん。ミスがあって当然でしょ。聴取人監督ありがとうございます。返品エリアはすでに全て点検を終えて記録済みです。明日の午前中が社長にお願いして自ら再チェックしてもらいます。いいわ。覚えてなさい。ガ社長。新州マンが昨夜シルクをすべて返品しました。その中には問題のない有料品もたくさんあります。証拠は？ガ社長。昨日自ら倉庫で確認しました。彼女の返品伝票にある有料品の数は不良ロットをはるかに超えています。自分をアピールするために、わざとケチをつけているんです。聴取に、私がケチをつけているというなら根拠を示してください。新州マン。このシャンパンからのシルク100パンはサプライヤーの出荷報告書に有料品と書かれているのになぜ全部返品したの？わかってるの？秋の新作発表会に遅れが出るのよ。サプライヤーの報告書は偽造できても、記事は嘘をつきません。ガ社長。100パンの記事の年点と引っ張り試験の結果がこちらです。キュプラが混ざっているだけでなく、ホルム R で輝度も基準値を大きく超えています。100パンは少ない数ではない。本当に全部返品したら、秋の生産ラインがストップしてしまうぞ。ガ社長、生産が止まることより、正官の看板に傷がつく方が、はるかに致命。長便。ホルム R で輝度超過という深刻な問題を、品質管理の責任者でありながら、全く気づかなかったのか。ガ社長、これは本当に業者が粗悪品を混ぜたんです。私も騙されたんです。騙されただと？抜き取り検査すらしてないだろ。ガ社長、そうこの帳簿を確認したところ、さらに深刻な。
違反行為を見つけました。新州マン、図に乗るんじゃないわよ。この業者の半年分の不良品に、聴取人はすべて無検査通貨のサインを出していました。そのせいで、工場のやり直し率が 5% も跳ね上がったんです。無検査？政官にそんなルールはない。長便。一体いくら賄賂をもらった？社長。絶対にお金はもらってません。ただ、昔からの知り合いの顔を立てて便宜を図っただけです。社長。長年会社に尽くしてきたことに免じて、もう一度だけチャンスをください。申告内犯が確認された以上、君は今すぐ停職だ。内部調査を受けてもらう。調査が終わるまで、品質管理部の全業務は新州マンに代行させる。社長。こんな入社したばかりの人間に、品質管理部を任せるんですか？彼女には、モラルがある。新州マン、まぐれで当たっただけよ。この借りはきっちり返すわ。来月青函の秋の主力商品のシルク生地が入荷するわ。代理主任のあんたがどう収集をつけるか。新チーフ、大変です。秋のオートクチュールの生産ラインが全面的にストップしました。リュウチーフ、落ち着いてください。一体何があったんですか？先ほど業者から正式な契約解除通知が来ました。基準を満たす純シルクの再納品を拒否されました。向こうはうちの返品要求が厳しすぎると言って今後青函と一切取引しないそうです。あら、信頼権盛ん。業者を怒らせて、一体どうやって生産ラインを動かす気？粗悪品を収める業者とは、青函はとっくに手を切るべきだったんです。お二人とも揉めないで。ああ、もう発表会まであと半月ですよ。記事が来ないと終わりです。新チーフ、ここは一つ先に業者に頭を下げて今回の品だけでも納品してもらえませんか？絶対にダメです。妥協するということは偽装を容認するのと同じです。これは会社の譲れない一線です。偽のキプラ生地をオートクチュールにして売れば青函の100年の看板が台無しです。綺麗事は言うわね。あの業者がなくてこの篠だれな3日以内に大量の圧でシルクを出せるの？専門卒の工場娘にこの業界の闇がどれほど深いかわかる？いい加減にしろ。定職調査中の超チーフが心配することではない。荷物をまとめてすぐに出て行け。新州マン。すでにしないの。すべての大手工場に手を回したわ。どうやってこの危機を乗り切るか見ものね。新チーフ。癌は取り除けたが、生産部のプレッシャーは大きい。社長。私が自ら市内の工場を回ります。時間がない。もし見つからなければ適切な代わりの業者が。会社の損失は天文学的な数字になる。ご安心を。必ず品質基準を満たした純シルク生地を見つけます。工場長、価格の件ならまだ相談できます。青函にはどうしても必要なんです。この特注のシルクが。もしもし？立て続けに十数社の織物工場に電話しましたが、すべて生産の右力不足を口実に断られました。たとえ青函が市場価格より200円高い仕入れ値を出しても受けてくれません。どうだ、やはりどこもダメか。長便は生地業界で長年やってきました。きっと裏で手を回しているんです。この業界は、まさに一つの巨大な利益共同体だ。彼らのパイを奪ったんだ。当然結託して君を追い出そうとする厳しい戦いになるぞ。大手工場を封鎖すれば、私が諦めるとでも？でも最高の生地が大手にあるとは限りません。社長、郊外にある金州坊という伝統的な絹織物工房を見つけました。そんな小さな工房の生産の威力と品質で青函の要求を満たせるのか？昔ながらの生糸の製法で、縦糸と横糸の密度が高く、手触りも大手に劣りません。食器をフル稼働させれば、3日あれば十分間に合います。必要なら1ロットの生地は。それなら、なぜ彼らは今までずっと無名だったんだ？あのような小規模工場は営業が苦手で、大手の結託により排斥されているため、ずっと小口の注文でしのいできたんです。全廃そげです。今すぐ郊外の金州坊を減ってきます。待て。その工房は郊外だ。遠すぎるし一人では危ない。私も行こう。はい。蘇さん。青函アパレルのものです。以前お電話した件で。青函の大社長さんですか？お宅の要求は高すぎて、この注文は受けられませんよ。
この高密度シルクは滑りやすくて少し早く縫うと全部シワになるんです。低速で縫うしかありません。でもその速度じゃ3日での納品は到底無理です。縫い目がシワになる問題なら私が見てみます。無駄ですよ。それに上司官からも厄介な注文だと聞いてます。長瓶の脅しを心配してるならご安心を。彼女は停職処分になりました。もし引き受けてくれるなら全額前払いします。絶対にリスクは負わせません。ガ社長、お金の問題じゃないんです。この生地は早く縫えないんですよ。蘇さん、シルクが薄くて滑りやすいため、通常の押さえの圧力では上下の布送りでズレが生じます。高速で縫えば必ずシワになります。紳士官、それは分かってます。でも、工場のミシン全部の押さえを調整し直すなんて、それでは納期に間に合いません。ミシンの調整は不要です。現場の知恵を使えばいいんです。紙を1枚挟んで摩擦を増やせば布送りが均一になります。縫い目も平らで糸も引きつれません。速度も上げられます。そうだ、紙押しく手があった。まさか、このシルクにも使えるとは。紳士官、本当に助かりましたよ。この方法なら、3日で最初の納品をするのは絶対問題ありません。この注文、OKします。現場での実抜け意見は、理論しか知らない幹部よりずっと役立つな。新シューマン、宝を見つけた気分だ。新チーフ、第一陣の2000メートルの高密度キート、すべて予定通りに完成し梱包しました。品質検査のデータは私が直接確認しました。大手の有料、品よりも絶対に。もうワンランク上ですよ。蘇さん、お疲れ様でした。この品のあれば、青函の正三ダインも今日からまた稼働できます。物流トラックのナンバーは確認済みだ。積み込みが終わり次第、青函の第1倉庫へ直送する。積み込みを。はい、社長。待って。運転手さん。どうして荷台の床が吹き残したは湯だらけなの？防湿マットも敷いてないの？ちょっと責任者さんよ。荷物は段ボールには言ってるんだ。少しくらい油がついたっていいだろう。あなたに何がわかるの？ジャンパンシルクは汚れの無理がない的なのよ。走行中に車が揺れて、さらに荷台が蒸し暑くなれば、下積みの数百メートルのシルクが全部油を吸って汚れてしまうわ。まったく細かいな。10年以上も運んでるが、トラブルなんて一度もないんだよ。さっさと降りてくれ。次の仕事の邪魔をするな。ルールを知らないようだな。この仕事はもういい。あんた誰だよ。なんで俺が運んじゃダメなんだよ。俺が青函アパレルのが所詮だからだ。あんたの契約違反と、貨物は損の問題については法務部から直接、そっちの会社に連絡させる。もしもし。荷台手配してくれ。青函専用のトラックを最新の保護マットも積んで、すぐに郊外の錦秋坊へ向かわせろ。あれは長瓶の車よ。ずっと陰から錦秋坊の進捗を見張ってた。温度管理を壊すという、あんな巧妙な手口まで見抜かれるなんて、もしあの商品が無事に青函の倉庫には行ったら、私は会社で、もう二度と挽回できなくなるわ。もしもし、優秀に。錦秋坊のあの商品は、もうすぐ出荷されるわ。そっちの準備はどう？長主任、ご安心を。秋のオートクチュールの工期は限界まで短縮してあります。あの非正規の業者の商品が届き次第、正当な理由で受け取り拒否できます。上出来よ。現代のシステムにしょうもない小工場の品なんて、品質管理の審査を通るわけないわ。優主任最初の記事が入庫しました。各パラメータはすべて基準を満たしています。ガ社長、新主任。協力したくないわけじゃないんです。この商品は生産部では使えません。この生地の柔らかさ、光沢感、どれも超えていますよ。元の業者よりなぜ使えないんです。ガ社長、錦秋坊は現代企業の ISO 品質認証すらない小さな工房です。青函は大手ブランドですよ。無認可の工房の生地を使って違反が発覚すれば巨額の罰金と信用問題になります。優主任、本当に良い生地は技術と良心で作られます。証明書ではありません。国家生地準の最高検査報告はすでに至急で依頼しており、今日の午後には届きます。午後？オートクチュールの生産ラインが1時間と丸ごとに会社は数百万円の損失を出すんですよ。あら、新大主任は随分偉そうね。まさか会社の利益を自分の目利きにかけるなんて。ガ社長、私は停職中ですが、青函のフル株としてこんな人が会社の利益を損なうのは見過ごせません。劉主任、
今日のこの品を生産ラインに送るなら、万が一問題が起きた時、あなたが第一責任者よ。ガ社長、張さんの言い方はきついですが、規則は確かにその通りです。規則は規則でも、状況は変わります。うちの正官は、今まで、形式的な証明書で生きてきたわけじゃありません。張さん、あなたは口を開けば工房の品破規格外だと言うけど、じゃああなたが必死にかばうあの偽創業者たちには良心があるの？禁酒棒が使っているのは純天然染料よ。ホルムアルデヒドはほぼゼロで、絶対に環境に優しいわ。証拠もないのに。何を根拠に、この生地が、大手の生地より安全だと？その口先だけで？ガ社長、新主任シノ品質検査センターの特級検査の報告書が出ました。優秀に、よく見て。引っ張り強度は LE 国家基準を 20% 上回ってるわ。染色堅牢度と環境指標も全てが業界の最高基準に達してるわ。おや。よかった、これは。完璧な検査結果ですね。これで生産ラインはついに助かりました。こんな、ありえないわ。こんなボロ工房が、どうして。事実なんだ。ここで君に邪魔立てはさせない。劉主任、すぐに記事をラインに載せろ。秋のオートクチュールを急ぐんだ。はい、ガ社長。この新州マンが生還にいる限り、何人たりとも倉庫な記事で消費者を欺くことは許さないわ。ガ社長、今すぐ人を呼んで、この記事を第一工場へは飛ばせます。生還で、丸5年頑張ってやっと主任になれたのに、このままクビになるわけにはいかない。新州マン。早まらないでよ。アパレル業界はそんなに甘くないわ。あなたは運が良くて一度勝っただけ。いつまで調子に乗っていられるかしら。長瓶。運じゃないわ。モラルと良心の問題よ。長瓶。会社はすでに君に停職処分を下した。これ以上、生産を妨害するなら、法務部が直接起訴する。長瓶、ここで何してるの？ガ社長に会いに来たの。いなかったわ。手に持ってるのは何？私の私物よ。あんたに関係ないでしょ。ちょっと！これは生還の秋のオートクチュール生地のごく非データよ。離職者やて移植者は絶対に持ち出せないわ。新州マン、何様のつもりよ。私のことに口出しするなんて。私は生還の現品質管理代理主任よ。私には守る権利があるわ。会社の企業秘密を。よくもこんな非常な真似を。必ず報いを受けるわよ。今に見てなさい。半月後、どうなるか覚えてなさい。長瓶が去り際にデータを持ち出そうとしたのは、きっと企んでるのね。ああ、ダメだ。全部終わりだ。カカアパレルが、なんとうちより先に、秋の主力商品を発表したんです。ガ社長、陳主任、見てください。この服の型とデザイン、うちと全く同じです。どうして全く同じなの？うちのパクリじゃないですか？これは、深刻な情報漏洩だ。カカハデザインを盗んだだけでなく、1週間も先んじてはツバイまでした。ダ社長、盗まれたのはデザインだけじゃありません。記事の、照明下での屈折率をよく見てください。本物のシルクなら柔らかなパールのような光沢のはずです。でも動画のものは、この服は反射が不自然で、裾のドレープも明らかに足りません。陳主任、それってつまり、その服はシルクじゃないと？絶対に違います。このざらつい縦触りや硬い質感は、うちが返品したソークなキプラです。ということは、カカハデザインを盗んだ上に安値で買い取った、廃棄品で模造品を作ったのか。同時には把握できる重要なデザインがと、粗悪な廃棄品の行方を知る者は、一人しかいない。長瓶です。彼女は会社の機密を取引材料にして、かかと裏で取引したんです。長瓶か。あんな人だったとは。こんなことをするなんて。ガ社長。記事は契約トラブルでずっと隔離エリアにあります。記事がまだあることを確認できれば、長瓶はいい逃れできません。どうしてこんなことに？中身は全部廃棄された工業用の布だ。本物の粗悪な生地はすり替えられたんだろう。長瓶はなんと私たちの目の前で数万名取るもの生地を全部はこび出したのね。きっと退職前の引き継ぎの時に細工したのよ。会社の資産を流用するとは。彼女の今回の行いは紛れもない
業務上横領、長瓶のやつ。外部の人間と結託して、倉庫を空にするとはな。あら、こんな時間に、新主任と課社長が倉庫でデートかしら。まあ、隔離エリアの封印がなぜ破られてるの？中身はどこへ、新シューマン横領したわね。会社の貴重な記事を売り払ったのね。長瓶、白々しいお芝居、疲れないの？カカに記事を売ったのは、あなたでしょ？何事も証拠が必要よ。停職中の私は、そうこの鍵すら持ってないの。課社長、私はさっき彼女が封印を切るのを見たわ。さらに彼女は窃盗の証拠を隠滅しようとシングルマザーだから。子供の学費のために、お金のためなら何でもやりかねないわ。正官はいつからお前が仕切るようになった？取締役会は証拠を重んじる。今すぐ過去3日間の倉庫の監視映像を出せ。課社長ご存じないでしょうが、この倉庫の監視カメラは3日前には異線の劣化で全て壊れました。今は監視映像がありません。封印についた指紋が証明してくれますよ。全て新シューマンの仕業だとね。長瓶。悪知恵が働くわね。目立つ場所にある監視カメラを壊すなんて。でもあなたが去った日に、こっそりはこの底に小型ドラレコを仕掛けたの。記事をすり替える集体がバッチリ映ってるわ。何よ。そんなはずは。プライバシーの侵害よ。盗撮した動画なんて、全く法廷の証拠としては認められないわ。倉庫は会社の重要エリアだ。品質管理士官が防犯のためにカメラを設置するのは完全に合法できてい通りだ。ガ社長、私も会社のためを思って、あんなもの、会社にあっても場所を取るだけで、私はただ、廃品を処分したんです。ゴミの処分ですよ。ならカカアパレルがお前の個人口座に振り込んだ多額の裏金は、どう説明する？よく考えなさい。業務上横領と商業機密漏洩は、重罪よ。長瓶。実名での通報を受けた重大な職務犯罪及び商業機密窃盗の疑いがある。証拠は揃っている。署まで同行し、調査を受けなさい。新シューマン、私が刑務所に入ったとしても、青函グループの新製品発表会はもう台無しよ。カカアパレルが明日には全面的に商品を展開する。せいぜい待ってなさい。破産して清算されるのをね。新シューマン、覚えておきなさい。これで癌は完全に取り除けたが、カカに一足早く発売され、市場を奪われた。この尻拭いは非常にガ社長、大変ですカカの、同デザインの高級服がバカ売れしています。うちの青函の予約注文が大量にキャンセルされています。あちらの販売価格は、うちのきっちり半額なんです。シェアを完全に奪われました。一体どうすればいいんですか？青函は絶対に価格競争はしない。便乗して値下げすれば、青函が100年かけて築き上げた高級ブランドの看板が完全に潰れてしまう。ガ社長、粒子に値下げしないだけではなく、服の縫製技術もさらに向上させます。いや、新主任。正気ですか？他社の同じ服はただ同然で売られてるのに、今更無理やりコストを上げるんですか？カカが盗んだのは、初期の平面デザイン画だけです。しかも使っているのは粗悪なキプラの廃材です。あの生地はとても蒸れやすく、色落ちもひどいです。一度水洗いしただけで激しく色落ちして型崩れします。つまりこういうことか。近いうちにカカは、市場で直面するかもしれないと大量の品質トラブルに。長くても3日以内に、あの粗悪な工業用染料は確実に引き起こします。肌の赤みやアレルギーを、消費者は絶対に納得しません。うちが使うのは、金集合の天然シルク 100% です。通気性に優れ、自然な真珠の光沢を放ちます。すぐに工場へ、すべての服の襟と袖口に、青函独自の手の込んだ地も、用の刺繍を追加させます。そうすれば、模倣のハードルを大幅に上げられます。なるほど。複雑な手作業の事模様を加えれば、これで、カカの服はうちのと並べると、ただの粗悪なコピー品になりますね。素晴らしい、最高の品質で、コピー品に反撃する。これこそが青函の経営理念だ。粒主任、すぐに手配しろ。生産ラインをフル稼働させ、新主任の指示に厳密に従い、徹夜で仕上げろ。わかりました。ガ社長、私が工場で監督します。絶対にうちの第一弾の高級服に、一切のミスも許しません。長瓶。粗悪な生地を使えば、青函を潰せるとでも？なら見せてあげるわ。本物の高品質な。ガ社長新主任。完全に大炎上です。カカの秋の主力商品が大規模なクレームになってます。早くニュースを見てください。今ネット上はカカへの返金と医療費の賠償を求める消費者の書き込みだらけです。広範囲の肌荒れや赤み、洗濯後の激しい縮みや色落ち、すべて予想通りです。カカが強引にあの粗悪なは遺罪を買ったから完全一期一得だな。ガ社長、
価格の評判は今やがた落ちです。今こそうちの秋の正規品を全面的に売り出しましょうか。ダメだ。価格が大炎上したとはいえ、今のこのデザインに対する消費者の信用はどん底まで落ちている。強引に売り出せば市場をパニックに陥れ、うちの商品も価格と同じ粗悪品だと思われる。ガ社長、事前に連絡して最も権威ある県先官から、政官の新作の記事の安全、性検査報告書をもらいました。明日の午前中にネットでライブ配信するブラインドテストの発表会を開きましょう。ブラインドテストの発表会？主要メディアと消費者代表を招き、その場でスイアライア燃焼、サンアルカリテストなどを行い、両社の服を直接比較するんです。本物は試練に耐えます。消費者に証明したいんです。政官の高級品がなぜ高いのかを。透明な公開処刑だな。容赦ない一撃だ。入手人。すぐに発表会の準備を。明日はすべてのメディアを帝国に集めろ。政官復職の汚名を完全に返上し、業界のトップに返り咲くぞ。メディアの皆様、お越しいただきありがとうございます。本日のネット製配信は、最近の品質と盗作問題に応えるためのものです。本日、私たち母子館は、最もわかりやすい記事のブラインドテストで真相を究明します。デザインは事前に盗まれるかもしれませんが、最高級の記事の質感とこだわりは真似できません。あ、何事だ。シン・アキマン、デタラメを言うな。メディアの皆さん。どういう状況だ？自社の生産の余力が足りないからと、わざと我々よしみは何泥を塗っている。このブラインドテストとやらも、自分たちの潔白を装うためだ。私は絶対に許さない。消費者を騙すことなど。ここは保守官の場所だ。お前のような手を出したぞ。泥棒が暴れていい場所ではない。専マネージャー、せっかく来たのですから、ネットの視聴者と一緒に見届けてください。あなたが誇る低価格のヒット商品が、一体どんな非道な有毒な基地で、左が価格のものです。右が政官のものです。本物の圧でシルクは燃やすと粉末になりますが、ソーク中学繊維が混ざった生地は硬い黒い塊になります。花をつくプラスチックの匂いだ。まともな袋に多いじゃない。服がもいるのじゃないよ。なあ、何この匂い。これが価格が激安で買い取った臭すぎる粗悪なキプラの廃材です。フォルム R で輝度の基準値を大幅に超えています。貴様。絶対に記事に化学薬品を塗ったんだな。ゼニマネージャー、ネットで数十万人が見ています。そんなことをしても、自分の愚かさを晒すだけだ。黒煙が全く出ない。つまむだけでハイになった。政官が使っているのは、金州棒の最高級の伝統適キートで、産業は遺棄物は一切混ざっていません。pH テストです。価格の服が、肌が赤く腫れ、かぶれるのは、ソークナ工業用色止め剤を使っているからです。今日賛成反応です。ゼニマネージャー。こんな記事を消費者に着せるなんて、良心はないんですか？どうした？大量の通報を受けた。加賀服職は、有害製品の製造容疑だ。署までご同行を、捜査に協力しろ。終わりだ。すべて終わりだ。終わった。政官早く即します。秋の高級ラインには、すべてこの最高級のキート生地を使用し、すべての品質管理レポートを公式サイトに公開して、常に社会の監視を受け入れます。素晴らしい。これこそ良心的な企業だ。ついに勝ちましたね。基準を守り抜いただけではなく、被害に遭った消費者たちの正義も取り戻せました。ガ社長、
大変です、ガ社長。新主任、高級ラインが片付いたばかりなのに、一般向けベーシックラインで、またトラブルです。一般向けラインはずっと老舗の三幸綿紡石工場が供給している。ずっと安定しているのに、何のトラブルだ。三幸綿紡石工場から、先ほど正式な書面が届きました。設備に大規模な故障が発生し、全面生産停止になったと。彼らは今、違約金を払ってでも我々が支給必要としている。30万メートルの高摩面記事を渡さないと。設備の故障？ありえません。タイミングが良すぎます。絶対に前に摘発された業者が市場に出回る良質な綿花を独占して、私たちを屈服させようとしてるんです。ベーシックラインは生還の利益の6割を占めている。供給が途絶えれば、会社の資金繰りは半月も持たないぞ。ガ社長、市内の綿花供給が完全に断たれた以上、多少減えて新たな供給元を探しましょう。が、社長、新主任、受けたくないわけじゃないんですが、先ほど江南商会から命令が下りまして、誰であれ生還の注文を受けたら、すぐに打ち切るとキーと原料の供給をです。ご工場長、そちらの染面技術は業界トップクラスです。生還の買取価格は相場より 15% 高めです。私たちの誠意です。利益が高くても意味がない。原料が入ってこなければ布は少しも折れないんだ。うちみたいな小さな工場はみんなの生活がかかってる。とても逆らえませんよ。地元の権力者たちにはね。キーと原料の問題については、ご工場長2倍には及びません。生還は北西部に、自社直営の綿花畑を持っています。いつでもご提供できますよ。最高級の原綿をね。北西部から、提供？なら長距離の輸送費は、天文学的な数字になりますよ。すべての輸送費は、生還が全額負担いたします。おや、業界のエリートたちがお揃いで、座って。ごさんよ。状況をよく見極めるんだな。乗る船を間違えるなよ。生還は今、多くの同業者を敵に回し、資金繰りもすぐにショートする。奴らと手を組むなんて、自殺行為だぞ。言っておくが、今日もこの契約書にサインしたら、明日にはあんたの工場で、糸くず一本買えなくしてやる。孫幹事、誤解しないでください。この契約書に浜田サインしていません。暴食商会、派業界の公平性を守るべきなのに、違法など苦戦に利用するなんて、こんな手で下流企業を脅すのは、業界全体の環境を壊す行為よ。ほう。ルールは我々商会が決める。この江南一帯では、たとえ竜だろうと、ここではおとなしくしてな。ルール白仁が決めるものだ。あんたたち数人が牛耳れるものじゃない。商会の違法独占については、すでに法務部に証拠を保全させた。この資料を交渉局に提出すれば、あんたたちは刑務所行きになるぞ。がよせん。よそ者がでかい顔をするな。たかが基礎上いくつかで商会を潰せると思うなよ。呉さん、もし契約にサインすれば、我々江南の暴食会、我ら江南一帯を敵に回すということだぞ。が社長、本当にもう仕訳ない。うちの工場は小さくて揉め事に旗えられないんだ。ご工場長、工場の機械は、輸入した新型素面機ですよね。なぜ知ってる？この機械を導入するために、私は全財産をつぎ込んだんだ。これほど良い設備があるのに、商会に従って利益の薄い注文しか受けられないなんて、本当に悔しくないんですか？生還の注文を受けてくだされば、共同で新技術を開発し、工場を再び頂点に立たせます。このが所詮が約束します。商会の報復はすべて生還が不正で見せます。呉さん、目を覚ませ。その女にたぶらかされるな。孫幹事、私はお前らのような吸血鬼にはもう我慢の限界だ。今日この契約を結ばせてもらう。いいだろう。お前の工場は潰れるのを待つがいい。契約は第一歩に過ぎない。次の原料の搬入からが本当の戦いだ。どうぞ。よし。やっと新しい生産ラインを確保できましたね。生還の普及モデルの供給停止機器も、これでようやく好転。呉さん、前から警告したはずだ。この江南一帯じゃ。我々商会が絶対だってな。孫幹事、門を塞ぐなんて、私を追い詰める気か。孫幹事、輸送を阻む権利はありません。邪魔はしてないさ。生還の荷物のね。呉さんに取り立てに来ただけだ。呉さん、去年商会から借りた300万円、今日が期限だぞ。
今日中にもと金取り則を合わせて500万円を全額返せば、車はすぐにどかしてやる。デタラメを言うな。契約書に挟んでんとかいてある。これは悪質な取り立てだ。工場の資金はすべて生産ラインに使っている。どこに500万円の現金があるってんだ。なら仕方がない。借りた金を返すのは当然のことだ。今日のこの車は、誰にも動かさせないぞ。孫幹事。不法な妨害を認めなくてもいいが、しかし、あなたはすでに工場の公共安全車線を塞ぎ、公共の安全に重大な影響を与えている。ここで集まって交通を妨害してるのは誰だ？早く車をどかせ！ああ、警察の同志。これは正当な債務のトラブルではなし合ってるんです。警察の同志、彼らは期限切れの債務を偽造し、悪意を持って工場の通路を塞いでいます。すでに騒乱罪を構成し。おまわりさん、誤解ですよ。すぐに車をどかしますから、彼女のデタラメを信じないで。早くどかせ。はいはい。お気をつけて。ごさんよ。今は逃げられても、いつかは捕まるぞ。お前の工場の機械がどう動く可見物だな。ガ社長、今日は助かりました。危なく工場が止まるところでした。ご工場長、すぐに荷下ろしをさせて、素面機を動かしてください。温湿度管理に注意を、絶対に西北の源面を湿らせないでください。新主任ご安心を。うちの音調システムはずっと稼働してますよ。警備の強化を、孫幹事のことだ。必ず次の手を打ってくる。はい、ガ社長。さっさとどかせよ。警察を見たら運転も忘れたか？早く行け、代わりにどかしてやろうか。どうぞ。これらはすべて最高の技術です。強度も基準クリアね。西北の源面とあなたの腕前で、品質はもう私分ありません。この面布が予定通り食器に入れば、定番の生地は、期日通りのお品できますね。機械さえ止まらなければ、3日以内に必ず仕上げますよ。税関からのご注文を。あれ？なぜ急に停電が？おしまいだ。メインブレーカーがロックされ、予備の配線も切られてる。機械の電源が落ちたら、中の現在量が全部パーになっちまう。親御さ、一体どうしたんだ？どうやら神様も聖官の注文を受けさせたくないようだな。工業用は1000の破壊波重材よ。孫幹事、いい度胸してるわね。新チーフ、言いがかりはやめてくれ。さっき受け取ったんだ。区の電力会社からの点検通知をな。工業団地の配線の老朽化が深刻で、今日から1週間改修工事をするそうだ。ほら。なんだって？ 1 週間も停電だと？納期が迫ってるのに、一体どうすればいいんだ？おかしいな。電力局がそんな回収通知を出したなんて、孫幹事、政官を潰すために公文書まで偽造するとはな。いや、お前。支局から停電通知は出ていません。その書類はどこから手に入れたんですか？いや、それは、文書の偽造に、電力設備の破壊。これは立派な犯罪ですよ。すでに通報しました。警察だけは勘弁してくれ！今すぐ誰かにブレーカーを戻す。これ警察には絶対に言わないでくれ。今すぐ誰か呼んで、ブレーカーを上げさせるから。これはれっきとした犯罪だ。ブレーカーを上げれば済む問題じゃない。今すぐ手配するから、絶対に警察には言わないでくれよ。電力局からの通報により、孫幹事を公共電力施設の破壊及び国家公文書偽造の疑いで警察署へ連行する。おまわりさん、誤解です。私が悪かったです。商工会議所の会長に指示されてやったんです。私には関係ないんです。本当に関係ないんです。誰の指示だろうと、法律を犯した以上、警察は徹底的に捜査し、決して容赦しない。連行しろ！おまわりさん、説明させてください。おまわりさん、本当に私とは関係ないんです。業界のルールを乱すが嫌くが、やっと法の裁きを受けたわね。ご工場長、すぐに修理チームを手配し、10分以内に必ず、電力を復旧させます。担当者さんありがとう。ご工場長、すぐに作業員を戻らせて、生産の再開を。小社長ご安心を。第一弾の量産生地は、必ず期日通りに納品します。では私はこれで。今回は危機を乗り越えただけでなく、保守官専用の生産ラインも構築できた。ジンアキマン、よくやった。うちのベーシックモデルはすべて予定通り発送しました。市場の反応も上々です。お客様からは、うちのコーマ麺が肌触りが良く通気性もいいと好評です。カカアパレルの返金騒動はまだ続いてる。今こそ、我々が市場を全面的に独占する絶好のチャンスだ。ガ社長、市公商局と経済犯罪捜査隊が共同で声明を出しました。高南方食商会は違法な独占と詐欺の疑いで正式に取り締まられました。孫幹事とあの会長は、しばらく兵の中でしょうね。
ビジネスの競争は品質が命です。あんな卑劣な手段じゃありません。この間は君のおかげだ。プレッシャーに耐え、生還を守り抜いてくれた。ガ社長、恐れ入ります。私は品質検査員であり、母親でもありますから、私の最低限のルールは、自分の子供に着せられないものを、他人の子供にも着せないことです。新主任のプロ意識と人柄には、正三部一同、すっかり感服しましたよ。ははは。新州満、代理主任として厄介事を引き受けてくれた。聞きが去った今。そろそろ私も褒美をあげないとな。同僚の皆さん、生還グループは先ほど設立以来最大の危機を乗り越えました。事実が証明している通り、不正破滅を招くだけです。品質を守り抜くことこそが企業が長く存続する唯一の道です。今回の危機において、品質管理部の新州満さんは、極めて高い専門性と強い精神力を示してくれました。取締役会の決定により、新州満さんを、星間アパレル品質管理部のディレクターに正式に任命します。ガ社長の信頼に感謝します。同僚の皆さんの支えに感謝します。ライン作業員から今の品質管理ディレクターになるまで一つの真理を信じてきました。福派単なる商品ではなく、責任であり、良心でもあります。粗悪な記事が台無しにするのはブランドだけでなく、お客様の健康です。私は、星間の最も厳しい門番となり、いかなる不良品も絶対に市場に流出させません。素晴らしい。星間の未来は、まさに享受すべきだ。長く原則を守り抜く時を。ママはやり遂げたよ。清く正しく生きて、地道にお金を稼ぐってママは約束を守ったよ。